さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、ボーンのコピーペーストについてです。前回の配信では、スキミングエディターでキャラクターにボーンを設定して、待機モーションを作成しました。人型のキャラクターであれば、ボーンのデータを再利用することで、アニメーションを共有するモデルを素早く作成できそうです。ということで、今回はリグツールを使用して、ボーンとメッシュのデータをコピーしてみます。まずはコピー元のメッシュとボーンを作成します。今回のサンプルでは、ミニキャラにボーンを設定してみました。腕や足のスプライトにボーンを2つ配置したので、ある程度は肘や膝を曲げることができます。ウェイトについても、前回と同様に、ウェイトブラシとウェイトスライダーで設定しました。とりあえずはコピー元のデータを作成することができたので、続いては別のモデルに、ボーンとメッシュのデータをコピーしてみます。すべてのデータをまとめてコピーする場合は、スプライトを選択していない状態で、リグツールのコピーボタンを押します。データを一括でコピーする場合は、コピー元とコピー先で、スプライト数とスプライト名が同じである必要があります。画像を制作する段階で、レイヤーの数と名前を揃えることができれば、効率よくデータをコピーできそうですね。今回はスプライトを選択して、一つずつデータをコピーしてみます。頭のスプライトを選択した状態で、リグツールのコピーボタンを押しました。コピー先の PSD ファイルをクリックして、編集するデータを切り替えます。コピー先のスプライトを選択して、リグツールのペーストボタンを押します。貼り付けのオプションを設定するパネルが表示されるので、今回はボーンとメッシュのデータをペーストしてみます。データを反転させる場合は、フリップにチェックを入れます。ペーストボタンをクリックすると、頭のボーンとメッシュのデータがペーストされましたね。コピー元のスプライトを選択して、一つずつデータをコピーする場合であれば、スプライト名が異なっていても、データをコピーすることができるようです。プレビューポーズで頭のボーンを動かしてみると、コピー先のモデルを動かすことができました。似たような形状のパーツであれば、ボーンやメッシュを少し修正するだけで済むので、スキミングの作業が楽になりそうですね。続いては、足パーツのデータをコピーしてみます。足のスプライトを選択した状態でコピーボタンを押して、コピー先の足パーツにデータを貼り付けました。ウェイトのデータもコピーされているので、コピー元と同じような感じで足を動かすことができますね。
とりあえずはリグツールの機能を確認することができたので、続いては作成したモデルのボーンを動かしてスケルタルアニメーションを作成してみます。今回のサンプルでは歩きモーションを作成してみました。複数のキャラクターに同じアニメーションを適用したい場合は、スケルタルアニメーションであれば簡単に設定できますね。同じ骨格構造を持つキャラクターであれば、サンプルのような感じでアニメーションを共有できます。ということで、本日はリグツールを使用して、ボーンとメッシュのデータをコピーしてみました。ご視聴ありがとうございました。